週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部41話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回40話で公園にいる男子生徒の前に刑事と探偵と思われる人物が登場。男子生徒を補導しようとする刑事だが、男子生徒がミコトの話をすると何かを知っている様子でした。41話はミコトの件について話す男子生徒。その内容を聞き、刑事と探偵らしき2人はミコトのいる場所が分かったと言い出す。2人の言う場所に向かうとそこにはミコトがいて、我らが探偵部1から41話公開中です。3人同好会28話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回27話ではりくと別れたてつの視点。てつはりくの何気ない変化に気づいており、話の流れで撮影現場を出ることに。さくらが家に来るかてつを誘いからかっていると、そこにミクが登場。りくの秘密を暴露すると言い出します。28話はりくが人形オタクであることをてつ、さくらにミクがバラしてしまう。動揺するてつでしたが、さくらは全く動じない様子で。3人同好会1から28話公開中です。8子は何も知らない20話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方、世の中のことを何も知らない8子と出会い、その8子が繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回19話は薫の家に帰る8子。8子の様子の変化に薫が気づくが、8子は薫にいくつかの質問を行う。何かを決心した8子は薫に力を使い家を飛び出す。20話で公園を歩く8子。そこへサーシャが現れ、薫の記憶を消したのか尋ねると、8子は消していないと言い出し、8子は何も知らない1から20話公開中です。かくりよと異界の姫15話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けると、そこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界、かくりよへと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回14話ではカズマとアキトの2人で男を相手することに。アキトの活躍もあり、男を無力化することに成功。男は自分の名前を如月正玄と言い、いつかは市議とのつながりがあることを確信する。市議の話を聞こうとするが、煙玉で逃げ出してしまいます。15話で無事3人ともカンナギの城へ帰ることに。宗介、忠之を交えた5人で今回の件を話していると、如月正玄について忠之が知っている様子で。かくりよと異界の姫プロローグ1から本編15話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポットストアからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。次にハッチポット VR のアップデート情報について、ハッチポット公式サイトのパフォーマンス改善を行って全体的に動作が速くなりました。これでハッチポット VR 作品を探したり視聴したりがしやすくなります。ぜひこの機会にハッチポット作品を一気見してみてください。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。